どうも中田敦彦です。さあ今日も早速参りましょう。エクストリームサイエンス数学を作った天才たち変人よろしくお願いします。さあやってまいりました。数学を作った天才たちというね、こちらの本がまた面白いんですよ。見てください、こちら。ね、結構ポップでしょ？この感じの可愛い感じの顔がね、たくさんこう書いてあるんですけどもね。数学といえばですね、ついこの前動画でアップしましたフェルマーの最終定理編、あれが非常にね人気を博しておりまして再生されております。嬉しいなと思いました。正直ね、数学ってなんかこうとっつきづらいでしょ。僕もね受験の時嫌だったんですよ。数学あんまりなみたいなね、歴史とかの方がまだいいんじゃないなと思ってたんですけど、いざやってみるとですね、待ってましたという声がね結構コメント欄ありまして、数学のもっと他の天才も知りたいですという声があったんですね。確かに数学っていうと計算ばっかりさせられるってイメージがあるけど、その数学っていうものの世界に飛び込んで戦っていた天才たちの物語っていうのがこれ面白かったですよね。なので前回のフェルマーの最終定理で紹介できなかったそれ以外のまだまだいる数学の天才たち、今回ちょっとピックアップしてご紹介したいなと思うんですね。数学の天才といえばずらっと、ちょっとね時系列で並べてみました。もちろんねここに載ってないっていうね天才ももちろんいます。ね、数学ファンの方怒らないで。ね、あいつがいないじゃないかとかね、リーマンがいないとかいろいろ言うかもしれないですけど、こちらね、もう誰がですね、見ても、確かにそうだというですね、もうビッグネームばかりなんですね。そうやって並べたこと多分ないと思うんですけども、数学者ってもう変人多いですよ。面白いんですよ、並べるだけで。前回はですね、今回扱う人とはまたちょっと違うラインナップで、前回こうですね、フェルマーの最終定理は、このフェルマーという人間がピタゴラスという人が見つけたピタゴラスの定理を発展させて、それに対しての仮説を、ね、予想をノート、教科書じゃないですよね。本の切れ端、余白に書いてたんですね。本の余白に自分がピタゴラスの問題の発展形を書いた。で、僕は証明できたけど、それ証明できるかななんて言ってですね、残って、死んでいくんですね。そしたらその本が発表されて、うわ、なんやこの問題、誰もできんぞって言ってですね、そんな中現れた100年後の天才、ちょうど、これね、生まれた年なんですけど、フェルマーというね、やつが問題出して100年後にようやく大天才オイラーっていうのが現れるんですね。盲目の天才ね。片目がまず見えなくなってね、集中できるようになったなという名言を残してね、その後両目が見えなくなってから月の動きを計算するというとんでもない天才がフェルマーの最終定理に挑んだが、n=3 の場合という限定的なところだけ証明するにとどまったと。そんな中、そんなピタゴラス、フェルマー、オイラーの意思を継ぐですね、アンドリュー・ワイルズという天才がね、これ10歳の時少年が図書館に行くんですね。で、読んでね、こんなフェルマーの最終定理未解決問題あるんだみたいなことがあって、で、そのために俺は生きるって言って、その数学者になってから7年間一人で引きこもって証明したという、その大スペクタクルでしたよね。ところがですね、これ、見てください。世界三大数学者と言ったら誰か。ここなんですね。結構ね、この数学の世界で世界三大数学者といったら誰かというと、実はですね、この中に出てきたピタゴラス、フェルマー、そしてオイラー、このあたりは入ってこないんですよ。実はですね、アルキメデス、ニュートン、ガウスという、これが世界三大数学者なんですよ。はあ、もうここも十分ビッグネームでしたけどね。ピタゴラスの定理。教団ピタゴラスの教祖ピタゴラスね、フェルマーの最終定理を残した偉大なるアマチュアフェルマーね、性格ねじ曲がった裁判官ね、ありましたけども、そうじゃないと。アルキメデスだと。このアルキメデスっていうのは何をやった人か。前回もちょっとだけ言ったんですけども、ポイントでですね、浮力の発見言うんですね。浮力ってどう使うのね。お風呂入りますよね。ポチャン浮かぶね。なんか軽くなった感じですよね。それが何っていうことなんですけど、これをですね、その数学的に意味のあるものだって見出したのがこのアルキメデスなんですよね。有名なエピソードなんですけども、このアルキメデスね、シラクサというね、このギリシャの小さい国ね、島があったんですよ。その島の王様にですね、依頼されるんですね。世の冠に金以外のものが混じっているという噂があると。ね、王様はですね、金の冠を作った。それは非常に豪華だった。ところがですね、その金の一部がですね、かすめ取られてですね、代わりに違う金属を混ぜられてですね、作られたんじゃないかと。要するにこの金で作れよって言ったけど、ちょろまかしてごまかしてですね、他にちょっと銀とか混ぜてですね、
作ったっていう噂があるんだと。これ何とかしてやってくれないか、アルキメデスってね。ちょっと一級さん的な感じですよね。アルキメデスやってくれよと言ったらですね、どうしたもんかなーって考えてた時に、その時風呂入ってたんですね。浮かぶよねと。その浮かび方っつうのがポイントだ。その溢れる水の量は物質の中の質によるんだ。そこを見つけてですね、その王冠と同じ重さの金を用意して、その王冠を水に入れる。その金を水に入れる。別々に水に入れて溢れた水の量が同じならこれ、孫を型抜き金だけでできておりますと。しかし違う物質が入っていた場合には、物質によってもその浮力、溢れる水の量が違いますので、別になりますよと言って見事、ポチャーンって入れたらですね、溢れる量が違ったんですね。おいと。ね、銀混ぜてるやついるじゃないかと。誰だかすめ取ったの誰だっていうので、アルキメデスよくやったと。よくやったなーということで見出されてですね、さらに見つけたのはテコの原理。ね。テコの原理って言ったら物とかを持ち上げるときにね、支点力点作用点でね、グッとかやったりするでしょ。ね。どういう風に使うかというと、ペンチとかもそうじゃないですか。こっちの力を長くやるからギュッてやったらこっちにもっと強い力が。ハサミとかペンチとかってそうでしょ。ね、テコの原理で、自分の力は軽いんだけど、向こうに与える力はでかくなるというですね、そういうパワーアップのその法則、テコの原理ですよね。それを発見したのがアルキメデスなんですよね。なので、これでですね、私何でも動かせますよってアルキメデスが言うんですね。私何でも動かせます。ね。本当かとかですね、軍艦があるんですね。軍艦を地上に置いといてですね、おい、アルキメデス。また王様が言うんです。白木様さ。これ重いぞー。これいけるって言ってですね、アルキメデスが。いけます言って、いけるやってみって言ってですね、そこからですね、滑車とかをいろいろこうやってセッティングしてですね、こうやってああして、こうして、ああして、こうして、ああして、こうしてですね、その軍艦、ね、でかい軍艦ですよ。ね、普通なら動かない軍艦をですね、できました準備できましたって、後日ですね、集めてですね、なんだとか言ってですね、ここが支点、力点、作用点になってまして、ここの力がここで増幅されて、ここで増幅されて、増幅されて、増幅されて、あちらを引っ張るのでございます。誰と引っ張るんだ私一人でございます。私一人。やってみろってですね。アルキメデスがその滑車をぐるぐるぐるまで回すとですね、カン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 力が増幅されてですね、軍艦がぐわー動いて、うおーアルキメデスっていうね、すごいじゃないか。お前はすごい力を持ってる。これは私の力ではございません。何の力だ科学の力でございます。アルキメデス。お前に全てを任せようと。このアルキメデスってもう超天才ですね。もう最初の天才と言われているようなですね。そういう男でございます。後に言いますけれども、ノーベル数学賞ってないんですね。ノーベル数学賞はなくて、数学界のノーベル賞と言われているのが、フィールズ賞というのがあるんですね。フィールズ賞ってのはすごいんですよ。なんでかっていうとね、ノーベル賞っていうのは毎年与えられるんですけども、フィールズ賞という数学界のノーベル賞はなんと4年に1度しか与えられないんです。なので、ノーベル賞よりも価値があると言われている。そのフィールズ賞。皆さんあんまり耳なじみないですよね。今年のフィールズ賞誰って言ったことないですもんね。ノーベル賞誰々が日本人が受賞したとかね。今年のノーベル賞誰々とかね。なんかニュースになったりするの聞いたことある。ノーベル賞ってすごいんでしょ聞いたことある。ね。だけど、フィールズ賞っていうのはその一個上に行くようなんですね。俺たちはノーベル賞には入らなくていい。フィールズ賞だ。数学は4年に1度だ。というそのフィールズ賞を得た者に与えられるメダルに彫り込まれているのがアルキメデスなんです。もう数学の天才の中の天才、アルキメデス。はい。アルキメデスの機械っていうのも発売してる。それもすごい面白いんですけどね。漫画ヘウレーカっていうのになってましてね。はい。そちらもですね、ちょっとフェルマーの定理の方の動画でちょっと説明したんで、それを見ていただきたい。そしてニュートンですよね。このニュートンって万有引力だけの人だと思ってません？リンゴが落ちた。へー。引力。こういう人だと思ってると思うんですよ。違うんです。それだけじゃないんですよ。それだけでこの三大数学者に入れないんですね。ニュートンはですね、なんと光の分析って言ってね、虹がファーかかってるね、七色だね、みたいな。でも、みんななんとなく教わったでしょ、理科でね。光っていうのは、分解するとですね、いろんな色の光になって、それぞれが波長の違う光なんだと。
いうことはね、ちょっとなんとなくわかるじゃないですか。プリズムって言ってね、なんか光当てるとファーってね、ファーってなんか、雨上がりなんかファーって色がね、なんか虹かかってるな、みたいなね。光がいろんな色に分かれるよというところを発見したのがこれニュートンなんですね。その上で微分積分ね。こちらの基礎をですね、もっと使えるようにしたのがこれニュートンと。で、ここら辺をですね、非常に若くしてですね、ニュートンはボン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 って見つけてですね、大出世を遂げるんですけども、なんでそんなに研究に集中できたか。ここ面白いんですよ。実は、イギリスのね、すごいこう、主要な都市でですね、ニュートン研究してたんですけども、ある時田舎に引っ込んで、研究に没頭せざるを得なくなった時期があったんです。それが、ペストなんですよ。ヨーロッパ中を席巻した黒死病、ペスト、伝染病です。そのせいで、田舎に帰ってですね、隠遁生活をしなきゃいけない。緊急事態宣言で家にいなさいっていう、まさにそういう状況を経験したのがこれニュートンだったんですよ。家にずっといる。何にもやることない。みんながストレス抱えてた。そんな中ニュートンはですね、集中できるねと言ったらしいんですね。何か逆境が訪れた時にですね、集中できるねっていうやつ大体天才です。はい。なので、今ね、一緒に皆さん辛い思いをしてると思いますけれどもね。いやいや、むしろ集中できる。頑張ろうって言って、何か違うことを頑張ってたらですね、その後に大きな実績を上げることができるかもしれないですから。励まされますね。ニュートン。ペストの中研究して、そのペストが晴れてね、収まって2年後ですね、戻る頃にはスーパースターになってるというですね、ニュートン。素晴らしい。そしてガウス。ね。ガウスというのはですね、複素数平面。はい、難しい。実数と虚数というのを平面でね、2乗するとマイナス1になるというイマジナリーナンバー i。それを考え、それをですね、平面上にしてグラフにできるようにしててもはや理解不能というね。それとですね、天文学、そして磁力、もうあらゆるもの。ね、ガウスってね、ピップエレキ板とかで何ガウスとか言うでしょ。もうこれね、磁力の単位になってるんですよ。単位になってるんです。ね。数学者なのに、数学者としてもすごい偉大なものをいっぱい発見している上で、天文学までやった上で、ガウス、磁力までやったと。そして単位になった男、ガウス。これはすごいです。単位になってますかあなたの名前は。ということですね。に敦彦というね、に中田というね、そういうことになると、ガウス的存在になったと言えるんじゃないでしょうか。皆さんの名前は単位になってますかということでね、コメント欄いただければと。単位になってますという方はですね、本当にすごい人だなということで誇りに感じますけれども、ほぼなってないと予想します。はい。それガウスですね。そんな3人。さあ、今回の主役、こちらから。2人ピックアップさせていただきました。そんな中ですね、三大数学者を覚えていただいたところで、この三大数学者に匹敵する天才だと、それもまたすごい偉大な人に言われたある男がいるんですね。それが面白いんですよ。その名をラマヌジャンって言うんですね。ガウスの後、ワイルズの前あたりに現れた人ですね。結構やっぱヨーロッパが多いわけですよ。ね、ギリシャ、フランス、イギリス、スイス、ドイツ、イギリス、ロシア。ね。そんな中このラマヌジャン。インドなんですね。通称インドの魔術師ラマヌジャン。これですね、もう数学者天才たちの中でも一番異質な人なんですよ。すっごい異質な人。だからめちゃくちゃ面白いんで、ちょっと覚えておいていただきたいなと思います。このラマヌジャンね、生まれはですね、バラモン階級、ヒンドゥー教の敬虔な一家に生まれました。皆さんね、世界史で、中東とかインドとかの歴史もやらせていただいたんですけども、それ覚えてますでしょうか。ヒンドゥー教というのはですね、もともとバラモン教というですね、インドの中でも非常にピラミッドが強いですね。本当身分とか差別とかね、そういうのもあるという強い宗教ですよね。その中でもバラモンというのが言ったら、その宗教とかに関わる聖職者たち。で、その次に市民とかね、その国家の官僚がいて、市民がいて、で、奴隷がいてみたいな。すごい厳しいんですよ。ね。そんな中、その最高階級、バラモンの生まれなんですよ。だからインドの中ですごい、いい身分でしょうね。そんな中でもですね、だからナーマギリ女神とかですね、なんとかすごいいろんなヒンドゥー教のですね、すごい、教えをすごい経験に学んでるという、そういう子供だったんですね。ここがですね、13歳で数学の専門書をですね、学び出してから開眼するんですね。
すごい才能が芽生える。はい。なんとですね、円周率あるでしょ？パイ。ね。3.14159なんとかかんとか何桁まで言えますみたいなね。いや、何桁も覚える必要ねえだろ、もう3.14でいい。およそ3でいいとかね。およそ3はゆとりとかね、いろいろあったと思いますけども。3.14159にあれ無限に続くんですよ。ね。それをなんとですね、13歳にしてですね、なぜかはわかりませんが、無限に言えたそうです。ラマヌジャン、何桁覚えたよとかいうレベルじゃなくて、時間与えたらずーっと言ってるっていうね、すごいやつだったらしいんですよ。他にも無限に続く数字があったんですけど、それも無限に言う。どうやらなんだか一生懸命覚えてるわけじゃないのに、なぜか無限に言えたらしいんですよ。それすごいんですよ。何なんだこいつは。ね。そこからですね、なんだか教わることよりも自分で難しい本読んでノートに記録するというですね、そういう独学の天才になっていくんですね。あ、お前、ラマヌジャンすごいなと。全部言えるな。この本はもう全部読んだ。これは全部読んだ。誰に教えてもらったの？いや、自分で全部読んだ。その上でですね、自分で読んだことを全部学んで、全部書いていくんですね。そしてですね、その中から、じゃあこうしたらこうなんじゃないかっていう発見したことを全部ノートに書いていく。そしてそのノートが通称ラマヌジャンノートとしてですね、このラマヌジャンの人生すべてを変えていくノートになるんです。これがすごいんですね。なんと16歳にして、はい、こいつ天才だって言われてですね、大学に入学するんですけれども、なんとかね、この天才数学者に多いんですけど、数学以外に全く興味を示さないっていうタイプの天才結構いるんですけど、それの一番の人でした。入ったはいいものですね、数学はズバ抜けてやるんですけど、それ以外一切しないっていうやつだったんですよ、ラマヌジャン。ね。なので、大学に入ったはいいものの、テストを受けるとですね、数学以外が全然ダメなので、もう悪い成績取りまくってですね、大学退学させられます。で、一度退学して、もう勉強できないの嫌だってなってですね、そのノートだけを持って、ラマヌジャンノートですね、だけを持ってですね、別の大学行くんですね。で、別の大学の数学科の先生にですね、そのノートを見せたらですね、なんじゃこりゃってなってですね、君本当大学退学になったのって。退学になっちゃったんです。これちょっと、すごいから、ちょっと推薦状書くからって奨学金もらってですね、もう一回ですね、入学するんですね。はい。だですね、全く同じなんですよ。他の勉強とか授業全く出ないのでですね、結局テスト受けるたびにですね、ボロボロの成績取ってですね、こいつ数学しかできないぞってまた退学になるんですね。数学、もう本当にあいつ数学しかできないのか。もうちょっとなんかできるだろう。もうちょっとなんか、いや、興味が湧きませんので、なんか分厚いノートだけ持ってですね、退学になるんですよ、2回。でね、もうそれじゃダメだよ、ラマヌジャン君。それやっていけないよ、食っていけないよって言われてですね、ちょっとなんか職探さなきゃってですね、また、いろんなとこ行くんですね。でもちょっと数字に強いから、じゃあ税務署行こうってですね、税務署の門叩くんですね、バンバンバンってね、ラマヌジャンですとか、そうですか、数字強いと。強いんです。ちょっと見てくださいって。見たらですね、これ天才ですね。なんてですね。これ何ですかこれ。僕が見つけた定理です。僕はいっぱい定理を見つけてるんです。わかりました。定理をすごい見つけちゃう人は、税務署に来たらいけません。って言われてですね、税務署に来ないでくださいって言って、ちょっと大学の教授を紹介しますからって言ってですね、数学のですね、やっぱり教授を紹介されるんですね。そして数学の教授もですね、これすごいから、ちょっとわかんないんで、もうちょっと偉い人に紹介しますって、まずもう一回紹介されてですね、今度はですね、偉い官僚に見つかるんですね。で、官僚がですね、なんだこれつって、これ何って、定理をいっぱい発見してるそうですって。本当に見たことない定理もあります。わかった。じゃあもう俺が金を出すとか言ってですね、サポートを受けながらですね、もう勉強してていいからって言って、役所、ね、公安信託局っていう役所にですね、役所勤めになるんですけど、仕事は全然しなくていいから、君勉強してなさいって言って給料もらうっていう、すげえ謎のポスト行くんですね。社会人野球みたいなね。会社は勤めもしてるんだけど、もう野球がメインで入った人みたいな。そういうのがもう数学メインで、君多分天才だから、数学だけ勉強してたらいいから、一応形式上だけ働いといて役所でって官僚の偉い人に言われてですね、はいとか言って、ありがとうございますとか言って公安局で勉強してるってね。そんな中ですね、公安局のやつらもみんなですね、ラマヌジャンってちょっととんでもないやつだなと。すげえ変なやつだけど、こいつ、ここにいていいんだろうかってみんなが思って、もっと先端のイギリスのとかのね、ケンブリッジとかの
本場とかね、見せたらいいんじゃないって言って、その手紙をくれよって言ってですね、そのラマヌジャンが手紙書くんですね。インドの公安局に勤めながら、数学の勉強をしているラマヌジャンと申します。私、定理をそこそこ発見しているのですけれども、いかがでしょうかって言ってですね、発見した定理とか書いてですね、送るんですね。それでケンブリッジのやつが受け取るんですね。なんだこれ。インドの役所で数学好き、なんだこれ。いや、でもこれ本当とか言いながらですね、わかんないんですね。なんかいたずらなのか何なのかわからないです。持て余してたんですね。そんななんか噂が広がるんですね。なんか変な手紙を送ってきて、どうもその中になんかすごい定理が混じってるっぽいんだけど、どうすかねっていうのを聞きつけたのがイギリスの天才数学者といって、もうケンブリッジでものすごい自分の学派を築いているほど権威になっていたハロルド・ハーディという男のところに行きます。そのハロルド・ハーディがその手紙を見てですね、不思議だと。こいつは何なんだ。それはですね、すごい不思議だったのが、発見した定理ですっていっぱい書いてるんですね。ノートの一部をブワーっと見せてくるんですね。それがですね、発見した定理って言ってるけど、もうすでにありふれた定理を書いてたりするんですよ。こんなの、イギリスではみんな使ってるぞっていう、もうすでに発見されたのに、なんでこいつ自分が発見したって言ってるんだろう。こいつ、インチキ野郎かなって思ったら、あれっていうのを見つけるんですね。これ、俺が発見した、ハーディという一流ですね。もう天才がですね、俺が最近発見して、まだ発表してないやつもなんかカジュアルに書いてある。どういうこと？どういうことこれ？って思ってもう一個見たらですね、次の定理はですね、完全に見たことがないんですね。待って、めっちゃみんなが使ってるやつと、俺だけが知ってるやつと、俺も知らないやつがめちゃめちゃに混ざって書いてあるんですよ。なんじゃこりゃ。これ、検証はしてないけど、これがもし正しいのであれば、数学界が揺らぐぞ。って言ってですね、ラマヌジャン、来いって言ってですね、ついにケンブリッジ、イギリスのですね、一番ですね、イケてる数学界の天才に見出されるというラマヌジャンがね、来ましたと言ってね、君とか言って、すごい量の定理を発見したっぽいけど、こっから私ね、検証していきたいと思う。っていうか君ね、証明をなんでしっかり載せてこないんだ。実はですね、このラマヌジャンっていうのは、すごい直感タイプなんですよ。バーンって言ってですね、定理これだっていうのをですね、絶対こうだっていうのをですね、要するにそれ分かんないんですよ。なぜかパイも無限桁言えたし、なんでか分かんないけど絶対これが正しいっていう定理を発見しちゃうんですね。でもですね、こうやって独学でやってきたもんだから、実はこういう風に証明しなさいという基礎のですね、数学をあんまり習ってこなかったんですよ。だから数学の定理はこういう風に証明するというセオリーを知らないんですね。証明って何ですかみたいなね。先生、証明って何ですか？いやいや、証明だよ。普通数学で習うだろ。こうやって証明するんだよ。証明の仕方もわからないのになんで定理がわかるんだって言ってですね。いや、なんかわかるんです。天才か、こいつって言ってですね、実際に自分で証明するんですね。そこからですね、ラマルジャンとハーディのコンビになるんですよ。面白いですね。天才たちっていうのはみんな、わけがわからない。でも魅力的。数学というのは計算させられるめんどくさいやつだなとか、ね。そういうことじゃないんだというね、異常な天才が純粋に楽しむためのゲーム。